皆さん、こんにちは。アボちゃんの観察日記です。今回は、金魚草の観察日記です。種まきから開花までをお届けいたします。画像のお花は、F1 ダブルショットという名の金魚草です。半八重咲きで、花が外側に向かって咲きます。春に種をまいて育てたところを動画にしています。金魚草は、秋に種をまくのが一般的です。今回の動画は、お花の美しいシーンは少ないです。種まきから定植までの期間をうまく育てられたので、その部分を見ていただきたくて動画にしました。金魚草には背が低いもの、高いもの、金魚のような花のもの、花びらが外向きのもの。金魚草はたくさんの種類があり、選べる楽しみがあります。これは9月の様子です。猛暑に実は耐えられるお花みたいです。花壇に植えた金魚草です。雑草まみれでも負けずに咲く強さがありました。こちらは花は咲いていませんが、周りの背が高い花に負けず生きています。金魚草は強くて種類が多くて、春と秋に花を楽しむことができます。もしよかったら種まきから楽しんでみてくださいね。それではこれから時系列で育苗の様子をお届けします。4月7日。この頃の気温は最高20度、最低15度くらいです。金魚草の種はとても小さいです。種が入っている数が20粒くらいなら、このくらいの大きさの容器で間に合います。この容器は牛丼屋さんのテイクアウト用の容器です。保温性があるので、これを使っています。底と側面に穴を開けて使います。氷を割るピックが穴を開けやすいです。この穴を使って底面吸水させます。また、この穴によって土の中の空気を保ちます。種まきに使う土によって空気の入りが変わります。どうすれば土全体が水と空気を同時に保てるかを考えながら穴を開けていくようにするといいです。すぐ乾きすぎず、でも乾燥気味になるくらいがベストです。こんな感じで穴を開けました。土は種まき用の土とボラ土細粒を混ぜて使いました。種が小さいので、粒の大きい土は避けました。土を入れたら底面吸水させます。水を入れた容器に土の容器をつけます。土が水を吸うのを待ちます。土を容器に入れる前に土を湿らせるべきでした。早く水を染み込ませるために霧吹きをしました。種はこのくらいの大きさです。この小さな種を土の上にまいていきます。種をまき終わったら蓋をします。牛丼の容器の蓋には空気穴がついています。蓋も保温と保湿を保つのにちょうどいいです。4月22日。種まきから15日後の様子です。可愛らしい双葉が出てきています。ここからは底面吸水なしで育てます。土が乾ききってしまわないように注意して育てます。5月3日。土を乾かし気味にしながら育てるとこうなります。本葉も展開し、隣の苗とくっつくほどの大きさになりました。移植をしていきます。苗が小さいので、小さめのポットを使いました。私は移植の時からリサイクルした土を使っています。そのため、通気性が悪くなるみじんの土も入ります。なので、さらにポットに穴を開けて、通気性を改善しています。もし、
あなたが通気性の良い土を用意するなら、そこまでポットにこだわらなくてもいいかもしれません。ただ、苗が小さいので、最初の移植の時は小さめのポットがいいと思います。まだ、この段階では、茎も細く、移植するとき、神経を使います。この部分、動画では4倍速でお届けしています。実際は、この4倍の時間をかけて移植しています。茎を折らないように、丁寧にポットに移していきます。5月5日。移植後は、日の当たる場所で育てていきます。5月8日。早速、虫に食べられています。オルトランを撒いておきました。5月20日。移植してから17日後。苗が大きくなってきました。この頃の気温は最高25度、最低15度くらいでした。この小さな丸いポットだと、土がすぐ乾いてしまう苗が出てきました。茎の赤い小さな苗は、そんなにすぐに乾かないのですが、明るい緑の大きめの苗は、1日で土が乾いてしまいます。それで再び、一回り大きめのポットに移植することにしました。ここでも動画は4倍速でお届けしています。このくらいの大きさでも、茎が細いし、根も細いです。でも、根がポットに張り付いていて、苗が抜きづらかったです。力任せに引っ張ってしまうと、根が切れそうな感じでした。ゴムハンマーで根気よく、ポットを軽く叩き続けて根を剥がしました。ポットから外れたら、根も土も崩さないように移し替えました。大きめの苗になると、根もかなり生えていますね。土も中まで乾いているのがわかります。この金魚草は、水を割と欲するタイプのようです。5月24日。小さな脇芽が見えてきました。枝の数を増やすために苗の上部を切ることにしました。この時はまだ脇芽が小さかったので、潔く切ることができませんでした。本当にちょっとしか切りませんでした。見ても切ってるか切っていないかわからないくらいです。この作業はもう少し苗が大きくなってからするべきでした。中途半端な場所で切ると、後で不格好な苗が出来上がってしまいます。金魚草は花が重く、上に連なって咲きます。そのため、枝がしなって、かっこ悪くなってしまいます。それを防ぐために、株元をがっちりさせておく方がいいです。もっと下の方を切っておく方がいいと思いました。小さな葉ばかりにしたら枯れそうと思って、思い切って切ることができなかったんです。心配なら、もっと考えて行動するべきでした。とは言っても、そんなのは、後から振り返ってわかることです。あまり悩まず、直感を信じて楽しむのが一番いいかなと思います。実際、この作業をしている時もワクワク楽しんでやりました。5月27日。虫が多いので、殺虫スプレーをしました。この時点で、上の一節を切っておくのも良さそうですね。でも、今まで金魚草を育ててきた中で、こんなにここまで順調に育てられたのは初めてです。うまく育ってくれると嬉しいですよね。6月8日。東側の花壇に金魚草を植えようと思います。20倍速でお届けしています。ここは、午前中、ほぼ日が当たりません。夕方に、かなり暑い西日が照りつける場所です。そして、風がよく通るので、乾燥しやすい場所です。我が家の近辺は、割と乾燥が強い地域だと思います。ここには以前、ニラとネギが植えてありました。ニラのところは土がたくさん減っていました。減っているところに、リサイクル土を足しました。それから、腐葉土、バーク堆肥、鶏糞を足しました。マグアンプ K とウルトランも入れて、
花壇を仕上げました。以前はオルトランを花壇に入れるのにためらいがありました。ミミズなどの液中に土の改良を期待したからです。しかし、2024年はカメムシの大量発生がありました。もし、オルトランを入れてなかったら、ここも大量発生していたかもしれません。虫って、葉っぱを思っている以上に食べます。苗が枯れるほどなら、殺虫剤を入れた方がいいんじゃないかな。6月8日、苗が定食しても良さそうなくらいの大きさになりました。根っこの様子を見てみます。あ、いい感じですね。鉢の中にびっしり根が生えています。根の量の割に苗の部分が小さく感じます。この金魚草は株に対して根が多いようです。これだと水分をたくさん必要としそうですね。防虫スプレーの効果もあって苗がきれいに育ちました。金魚草を花壇の手前に並べました。手前にはマリーゴールドも植えました。奥には百日草を植えました。実はマリーゴールドが虫の食害と暑さで夏に全滅しました。6月10日、鉢植えも作りました。6月13日、苗が一つしおれてきました。なぜしおれてきたのかわかりません。30度を超える日がたまにあったからでしょうか。花壇の苗は暑くて少しうなだれているようです。6月15日、種まきから2ヶ月が過ぎた頃です。つぼみがついてきました。しおれた苗もつぼみがついていました。同じ鉢の苗は元気なので、このまま様子を見ることにしました。6月19日、開花が始まりました。花壇でも咲き始めました。6月21日、黄色っぽいのが一番綺麗に咲いている頃です。綺麗ですよね。花壇では白に少しピンクが入ったお花が咲いています。こっちは薄い黄色。早速、花の重みで茎が垂れてきています。この時点で短く切っておくと良かったのかな。6月22日。花壇はこんな感じになっていました。赤い花も咲き出しました。赤は色が濃くて、雰囲気が他の花と違って見えました。6月25日。オレンジ色っぽい花が咲きました。鉢植えの花が重くてうなだれてきました。花穂の部分を切ることにしました。7月27日。しおれかけていた苗が入っていた鉢植えです。なんと、元気だった苗も枯れました。様子がおかしい苗は、早めに取り除く方がいいみたいです。7月31日。オレンジ色の花は、こんな感じで咲いていました。8月9日。30度以上の猛暑日が続く頃です。この頃、赤い金魚草の色がとても美しかったです。8月13日。気温が高く、花も咲こうとするので、水切れを起こしやすいです。でも、水やりさえ気をつければ、あまり手がかかりません。9月14日。こうして、夏越しをして、秋を迎えました。今回は花が少なかったですが、秋に種をまいて、春に咲かせたら、もっと咲いてくれると思います。ぜひ、種まきをして、たくさんの金魚草に出会って楽しんでみてください。きっと、あれもこれも咲かせたいと思うようになるんじゃないかな。ということで、今回は金魚草の観察日記をお届けしました。ご視聴ありがとうございました。それではまた。最後まで動画をご覧くださりありがとうございます。よろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。
次回もまた見てくださいね。